こんにちは、トミーです。今日は手放したら家の心地よさがアップしたもの10選について紹介していきたいと思います。私はかつては服も本も雑貨も大好きでたくさん持っていましたが、シンプルライフに目覚めてこれまでいろんなものを手放してきました。今日はその中でも手放してよかったもの、インパクトが特に大きかったもの10選を紹介していきます。ちなみに本と服は当たり前なので除外しています。ただし注意してほしいのは、これからご紹介するものをただ真似して捨てたとしても快適になるとは限らないという点です。なぜならこれは私の価値観やライフスタイルに基づいた10選だからです。とはいえ私の考え方も参考になるはずなので、この動画がご自身の持ち物を見直すきっかけとなれば嬉しいです。それでは行きましょう。うちではバスタオルではなくフェイスタオルを使っており、十分足りています。一般的なバスタオルとフェイスタオルを比較すると面積は3分の1になるため、洗濯物が圧倒的に減るし乾きも早いです。梅雨でも生乾きになることはほとんどありません。最近は小型の Bluetooth スピーカーでもそれなりに良い音が鳴ります。こちらもこのサイズからは想像できないくらいちゃんと音が出ます。もちろん音質にこだわる人にとっては低音が少し物足りない印象ですが、 BGM として割り切るなら問題ないと思います。音楽を聴く際には Spotify、 ラジオを聴く場合にはラジコというアプリを使っています。ソファーとテレビの間に置くのが当たり前みたいな風潮がありますが、なくても困りません。コーヒーや本などを一時的に置いておきたい場合はサイドテーブルやスツールで十分です。またローテーブルで食事仕事をするライフスタイルよりもテーブルと椅子での生活の方が腰が痛くならないので個人的にはおすすめです。うちにはこういったキッチンラックや食器棚はありません。食器はもちろん電子レンジもキッチンの作り付け収納に入れています。また壁面収納に憧れて大きな棚を持っていた時期もありましたが、今は収納家具はこのサイドボードだけにしました。パンを焼く際には魚焼きグリルを使っています。焦げないように注意は必要ですが、こんがり美味しく焼けます。一方魚は匂い移りがしないようにフライパンで焼いています。炊飯にはストーブという鍋を使っています。一度に3合か4合炊いて余った分は冷凍し、数日かけて食べています。がしないようにフライパンで焼いています。
タイマー10分。セットしています。タイマーを10分。加熱10分、蒸らし10分の計20分で炊けます。いちごだけ炊くならキャンプ用のクッカーが便利です。私が使っているのはメスティンという取っ手のついたアルミ製の飯盒です。この場合もストーブと同様、加熱10分、蒸らし10分で炊き上がります。このメスティンはバーナーがあればもちろんキャンプでも使えますし、災害時の炊飯にも使えます。水切りかごって意外と汚れが溜まって掃除が大変なので手放してしまいました。食器を洗ったらシンクに直置きし、食器を拭き上げてシンクの上を拭いて完了。水切りかごがないとキッチンがすっきりするし広々と使えます。我が家には床上の敷物、例えばラグやキッチンマット、あとはトイレ用のマットも一切ありません。これらはホコリや髪の毛、汚れが蓄積するので掃除が大変だからです。敷物がないと掃除はクイックルワイパーや拭き掃除でささっと終わってしまいます。もし足が冷たいならスリッパを履けば良いです。無印良品のルームサンダルをリピートして使っています。肌触りがさらっとしていて心地よくて気に入っています。敷物を手放すと掃除機を使う機会がなくなり、こちらも手放してしまいました。掃除はクイックルワイパーと水拭きでしています。さすがに掃除機がないと困るかなと少し心配しましたが、取り越し苦労でした。1週間の旅行でもリュックで問題ないことが分かったので、スーツケースは手放してしまいました。今はこのアークテリクスの完全防水のバックパックを使っており、普段使いから旅行までこなしてくれています。バックパックのメリットはクローゼットが広くなる点と、空港で荷物を預ける必要がないので現地の空港で荷物を待つ必要がなくなり、貴重な時間を節約できる点です。はい、いかがだったでしょうか。都心のマンションはどうしても狭いので、家を快適にするには欲しいものを全て置くことはできないと割り切ることが大切かと思います。また物を手放すことによってその物をメンテナンスするための家事も手放すことができます。そして何を所有し何を手放すかは自分で決める必要があります。ご自身に問うてみて決めてください。それでは今日はここまで。終わり。